こんばんは、ゆうかです。撮影している今日が1月の19日なんですけれども、昨日映画ジークアックス見てきたので、今日はその感想をお話ししようと思います。本当は Amazon でハイグレードのジークアックス予約してるので、それを作りながらお話ししたかったんですけど、まさに Amazon でこのざま。この画面では明日中にお届けになってるけど、発送済みにもなってないし、明日にも届かないんじゃないかなって思ってます。どのみち明日は仕事だしね。届いたら作って動画にしたいと思っていますので、そちらもお楽しみに。で、映画の感想やらをまとめてメモしてきたので、これを見ながらお話しさせていただこうかなと思います。動画の構成としては、1、ネタバレなしでこれから見に行く人へ向けてのメッセージ。2、一部ネタバレを含んだ感想。3、映像についての感想。4、疑問点。この4項目でお送りいたします。ちなみに前編あらすじやストーリーには触れておりませんので、そういったネタバレが心配の方はご安心ください。それでは本編をご覧ください。まずはネタバレなしのこれから見に行く方へ向けたメッセージです。とにかく面白かったです。ネタバレを知る前にこれは見に行くべきかなと思います。私の視聴者の方の中には初代ガンダムとか昔からのガンダムが好きな方が結構多くって、予告編が出た段階でこんなのガンダムじゃないみたいなご意見も結構見かけたんですが、そう思っている方ほど見に行ったらあれってなるかもしれません。スタジオカラーさんのガンダム作品のリスペクトが感じられて、かつ自分たちの持ち味も存分に生かしたいい作品だなと私は思いましたので、まだ見てない方は動画視聴をここまでにしてぜひ劇場に見に行ってほしいなと思います。今映画を見に行くとこういった特典がもらえます。この中にね、ネタバレを含むので見た後に開封してくださいっていうカードも入っています。これはこの動画の最後に開封したいと思います。それではちょいネタバレを含んだ感想。一言で言うと、サムネにも書いたんですけど、うわ騙されたって思いました。まずスタジオカラーのロゴが出てきた時におやって思ったんです。っていうのも効果音が結構古いというか、今時なかなか使わない音でロゴが出たんですね。確かそうだったと思う。でザクが3体出てきたじゃないですか。あれ、ザク出てくるんだって思って、でそのザクから出てきたのがハラポちゃんのおじさん。その時点で私はスクリーン間違えたんちゃうかって思ったんですよね。見に行った映画館が複数ねスクリーンあっていろんな作品をやってたので、もしかしたら別のガンダム作品を公開してたんかなとか思ったんですけど、間違えていませんでした。何が起こってるんだろうって思いながら、30分が経過したくらいにようやく平成の衣が剥がされて令和が出てきたなって思いました。その後の展開はすごいスピード感のある展開で、テレビアニメこの後どうなっていくんだろうっていう期待値が高まる内容だったなと思います。主人公が水星の魔女も女の子だったんでどうかなと思ってたんですが、もうとんでもなくアクティブで、髪型がショートカットなのも相まって中性的な印象を受けました。男の子の登場キャラである修二くんに顔をあからめたりするシーンもあったりして、もう一人の女の子のニャンちゃんとちょっとユリ展開もありそうな、どうなっていくんだろうなという感じでしたね。予告編の段階ではガンダム同士のバトルってことで、ちょっと水星の魔女と内容も似てるんじゃないかっていうコメントも結構見たんですけれども、設定が学園じゃないですし、作品のテンションも全然違うなっていう印象だったので、今後の展開がどうなっていくかわかんないんですけれども、現時点では全く方向性の違う作品になるんじゃないかなという印象を持ちました。で、映像の方の感想です。どのモビルスーツも素晴らしかったですね。めちゃくちゃかっこよかったです。ガンダムがタイトルのジークアックスとねもう一機出てきてたんですが、どちらもガンダムっていうよりはエヴァでしたね見た方はわかるんじゃないかなと思うんですけれども、ジークアックスの方はまだあれとして、もう一体の方が顔つきがもうすでにエヴァだなって私は思いました。
操縦席の感じだったりとか意思で動いてるようなシーンもあったのでエヴァに近いのかななんて思ってるんですけど、今後あの機体の正体とか実態が明かされていくと思うので、アニメもねそういった点注目して見ていきたいなと思います。エヴァっぽいガンダムにせよザクにせよ本当にねかっこいいデザインの機体が多かったので、プラモ化がとっても楽しみです。で冒頭の30分間の初代これちょっとネタバレになっちゃうから大丈夫かな、初代ガンダムのねなぞったようなシーンはキャラデザが当時のキャラデザのまんま登場してたりとか、音も昔よく使われてたんだろうなっていう懐かしい効果音を使用してて、制作陣の初代から続くガンダムシリーズのリスペクトが感じられる意味のある30分間だったなと思います。でどのシーンもスタジオカラーらしさが出ててとても良かったなと思います。特に戦闘シーンが多々あるんですけど、その中で機体を下から舐めるようなアングルでの映像があったりとか、動きが遠目で見たような動きの映像も多々あるんですけれども、そうじゃなくてめっちゃ拙者で見えるような、目の前で展開していくような戦闘シーンがちらちらあって、なかなかこれまでのガンダムシリーズでは見たことのない戦闘シーンになってるなと思いました。キャラクターの動きもすごい目まぐるしくって、私みたいなおばさんでは目がチカチカするような結構刺激的な映像だったんですけれども、大迫力のスクリーンで見れて私は良かったなと思います。音もねやっぱ映画館だと全然違いますしね。で疑問に思ったことなんですけれども、冒頭の30分は何だったんでしょうね。初代ガンダムの別世界パラレルワールドの話になっているのか、シャアはどこに消えてしまったのかとか、すごい疑問が残って映画は終わったなと思います。皆さんはこの点疑問に思われましたか？こういうことなんじゃないっていう解釈考察がありましたら、ぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいなと思います。でネタバレのコメントになると思うので、その場合はこの先ネタバレみたいな感じで書いてもらえると、まだ見てない方はそのコメントをスルーできるので、そのようにしていただけると助かります。ちなみに冒頭の30分についてガンダムシリーズをあまり知らない妹に聞いてみたんですけれども、妹は公開初日に見に行ったそうなんですけど、知識が全くなくても楽しめたよと言っていました。ガンダム知識がない人は新たな作品としてスッと受け入れやすい作品になってるのかもしれません。今回の作品を通してすごいガンダムファンっていうのが増えるんじゃないかなって私は思いました。アニメいつから始まるんだろうなと思って調べたんですけど、情報がなくっていつから始まるかわからないんですけれども、今から公開がすごい楽しみだなと思います。で最後になりますが、この特典のカード開けていきましょう。今後こういうトレーディングカードとかも発売していくって感じなのかな。なんかこれなジークアックスが出ました。キラキラしててホログラム調かっこいいです。どうやら機動戦士ガンダムアーセナルベースというゲーム機があるみたいで、アーケードのゲームですけど、こちらのカードも使えるみたいです。このジークアックス以外の機体も入ってるんですかね。どうなんだろう。開封された方何が当たったよってぜひコメントください。はい、というわけで今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございます。ハイグレードジークアックスの動画も楽しみにしてるねって思ってくださる方はぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。個人的にはこういった特典はあんまりいらないなと思ってて、私が持ってるカバンだいたいちっちゃくって、こういった特典もらっても入らないんですね。なので私今回これ持ち帰るのに折るのも忍びないなと思って、こんな感じで持ち帰ってます。これで最寄り駅まで帰ってスーパー寄ってすごい恥ずかしかったです。